中国グランプリ、フリープラクティスからスプリントから予選までの出来事っていうのをみんなで振り返っていけたらなって思います。フリープラクティスでフェラーリがマカレナウィング搭載してたね。リアウィングがくるりんぱってなるあれをつけてて、あ、投入するんやって思ってたけど、予選かどっかからか消えてた。でフェラーリのヘイローに変なのついてた。あれ何空気抵抗を変える何かがついててさ、びっくりしちゃったんだよね。フェラーリそんなにいっぱい変えて大丈夫かって。フリープラクティスや波乱だったね。ハミルトンとノリスが接触したのかな。デブリが飛んでイエローフラッグになってる。個人的にフリープラクティスで一番面白かったのが、コラピントがピットに入ったところでさ、エンストかなんかで停車しちゃったじゃん。でそんなコラピントを見てアルピーヌのピットクルーが救助に向かったんですよ。いや遠いの。前年度最下位でしたよね、きっとアルピーヌだからね。ピットが端っこで遠いのよ。キャデラックが参戦したからさ、いっちゃん端ではなかったもののほぼほぼ端。あそこからピットの入り口、マクラーレンとかメルセデスがいる付近のところまで走ってくるわけよ、重い荷物を持って。いや本当にここら辺で止まったよね。ここら辺で止まって、あっちの奥の端っこからわざわざピットクルー来てんのに動いちゃったよねあれ可愛かった。あ、動くんやコラピントと思って。でフリープラクティスだけで見るとやっぱメルセデス、マクラーレン、フェラーリ強いなって思ったんだけど、そこにさベアマンとかガスリーがこう入ってくるわけ。それもすごい。ガスリーまた表彰台になるのみたいね。雨以外で見たいなって思う。よし、ちょっと一旦休憩したから出るか。でそっからの中国グランプリといえばスプリントレースがあるんで、その日金曜日の午後にスプリントの予選があるわけですよ。 SQ1 はあれマカレナウィングがないなってたんだよ。普通のリアウィングになってて、フィンはそのままついてたからマカレナウィングがそんなに良くなかったのかなっていう。マカレナウィングがしっかり搭載されたら面白いと思うけどね。だって結構さマシーンの形とかもそれぞれ違うじゃん。一番びっくりなのはアウディがボディのさサイドポットの形で速いのが意味が分かってないのね私。あ、そりゃ走れるんだって思うもん。 SQ3 ですよ。アントネリのオンボード映像が出てて、そこにびっくりしたの。私は、上海サーキットストレートがいっぱいあるからそこでたくさんバッテリー使うんだろうなみたいな。最後のホームストレートでもその直前に貯めてこうバッテリー使うんやろうなって思ったら違ったんですよ。最後のホームストレートほぼほぼバッテリーなかったやん。なのに速かったの。マシンが速いよって思った。でそのままスプリントレースが始まるわけですよ。まあここの上海サーキットならフェラーリがスタートでやってくれるかなって思ってたらやってくれたんですよ。速かったくない？フェラーリのスタートいいよね。いやそうなの、本当に速すぎる。でその一方フェルスタッペンとアントネリがスタートをミスしてしまって順位を大きく落としちゃったりとか大波乱のスタートだったんだけど、スプリントレースは結局って言っちゃダメですよね。1位ジョージ・ラッセル、2位3位グレール・ハミルトンかっていう感じで終わったし、でも面白かった。オーバーテイクがいっぱいある分ワクワクしたスプリントレースになった。昨日の予選の話でもしていきましょうかね。Q1 は仕方ないって、開発頑張れっていうチームがアウトしていき、その後のさ Q1、Q2 の間の無線でさアルボンがテーボーって言ってて、意味としてはやばすぎって話なんだけど、でその後のサイエンツの無線では今できる俺たちの最大がここだみたいな、最善は尽くしたって言ってたから、本当にウィリアムズは開発頑張れって感じ。アストンは言わずもがなではあるんだけど、キャデラックに関してはペレスがちょっと怒ってるぐらいで Q2 に進出しましたと。ダブルイエローはヒュルケンベルクの停車でした。で本当に残り1分切ったところでのクラッシュだったから、多分オコンかな、オコンとかレーシングブルーズ勢がアタックできなかったんだよね。いやそれが本当に辛くて、いやめっちゃ頑張ってたのに。アルピーヌはアタックできたのかな。それでガスリーが Q3 進出です。いやガスリーとベアマン、そしてベアマンのヘルメットまたなんかついてた。なんか中国の伝統的な可愛らしい模様のお皿が描かれてた。あれマッチでいい。オコンが怒ってた。そんなに怒んないでよ。で Q2 でさ、惜しくも
コラピントはね Q3 進出逃したんだけど、成績的にはいいから褒められてた。ブリアトーレがよくやったみたいなこと言ってて、よかったって。 Q3 始まってすぐイエローフラッグになって、ラッセルが停車して、まあ動いたから大丈夫かなって思ったけど、でラッセルがトラブルもありね、1回しかアタックはできなくて、それでも P2 ですから。で Q3 でねアントネリが悲願の P1 獲得ですよ。あれは激アツでした。最年少19歳と201日かな。このまま本戦勝てーって思った。で安定のメルセデスフロントですわ。これで本日本戦どうなっていくことやら皆さんで見ていきましょう。本日はね中国グランプリ同時視聴やっていくよー。いろいろあったらしいじゃないですか。ノリス電気系統トラブルでピットにいると、そしてアルボンがサスペンション交換のあれでピットにいると。ボルトレとは何？ 3 機3台ピットスタートということでよろしいか。 Go Bottas and Perez Double finish for the cars Yes! 応援しましょう共に。 I love Valtteri Bottas and Sergio Perez Bottas! ピアストリガレージイン。ガレージイン。なんで？マクラーレンのロゴ反対にして口もーんってなっちゃうぐらいやだ。来るぞみんな。はい、来ましたー。早すぎるー。さすがのハミルトン・ルクレール。恐ろしい。イエローが出ていますよ。チートやん、速さがすごいし、ベアマンもすごい。ベアマン落ち着け。おいバチバチやって。ここが頑張れ頑張れ。嘘だろ。あれザックめっちゃ危ない。でもぶつからんくてよかったね。危なかった。ベアマンもよく避けたよ。そして見て、バルテリ・ボッタスが5位も順位を上げてるし、アロンソに至りましては7位とか上がってますよ。まあピットレーンスタートがいるからそうなのが。失礼しました。やってまいりました。アントネリが抜かしたね。見てよ、メルセデス・フェラーリの後ろにアルピーヌがいるぜ。お前たちこの光景を見れるなんて、これ後世に語り継いだ方がいいよ。ストロール今イエローになってしまいました皆さん。ねえ今ピットに入ったばっかじゃん3人がよ。セーフティーカーだ。マジで言ってる？ねえかわいそう。マックスとローソンとザインツ。ねえかわいそう。いやみんな入るんじゃないか。いや入るよね。メルセデス入ってるわ。フェラーリも入ってるわ。素晴らしい。ありがとうフェラーリ。ちょっと遅めだがまあダブルスタックいい感じでしょう。ウィー抜かすハミルトン逃げ切った。まさかの嘘だろ。いや逃げ切れてなかった。さすがのルイス・ハミルトン早すぎる。44番ルイス・ハミルトン、7度の世界王者に輝き、中国グランプリを得意としている素晴らしいジェントルメン。それが彼ルイス・ハミルトンですから、かっこいい。ルクレールさんそれは大丈夫か。ジョージ・ラッセルが来ないか。大丈夫かフェラーリ。ねえだからやめた方がいい。そういう感じなのやめた方がいい。ちょっと大丈夫ですか。ねえ危ないって何をしているんだ。ちょっと落ち着いてくださいフェラーリ。ハミルトンが奪い返しましたよ。ほんまに大丈夫。そこで争わない方がねえダメだって。それはパパイやってます。いや面白いけど怖いって。同士討ちはずっと危ないしか言ってない。 What？ いやハミがまた奪い返した。これ何見てんの私たちね。またルクレールが来る意味がわからん。ラッセルも漁夫のり狙いたいけど、そんなに争うってびっくりしてそうじゃないラッセルが来ちゃったそりゃそう。そんだけ争ってたらタイヤがボロボロになるよ。ねえ何やってんの気がつけばラッセルが来ました。フェラーリで戦うからねえタイヤがないないしちゃうよ。本日のフェラーリプラン C の C はコンバットでよろしいか。
え、何した今。フェラーリがやっぱプラン C の C はコンバットじゃないか。グレールが抜き返しに来るけど危ないよ。広告費稼いでるマシーンがね、オンボード映像とかもいっぱいカメラに映るからね。コマーシャルの C それ言われると納得だ。だってもうずっと映してんだから、プランコマーシャル苦しい、息ができない。あとはプランクラッシュじゃないこと言うならもう縁起でもない。え、リタイアだマックスがReally？ リタイアです皆さん。マックス・フェルスタッペンがまさか残り10周でリタイア。僕はオランダ人です。マックスのリタイアがとても残念ね。自分と同郷のドライバーを応援したくなるよな。なんとキミ・アントネリがポール・トゥ・ウィンを獲得です。いやすごーい、すげー、アントネリー。わー、泣きそうになってくるこの無線。かわいいかわいいし、やったよね。ポール・トゥ・ウィンだしドライバー・オブ・ザ・デーだよアントネリー。ねえ、反応が若くて涙出た。わかる。こんなに泣くとは思わなかったんだけど F1 で。やばー、どのようなポーズを取る。頑張れ、かわいいイエーイイエーイよくやったぞってみんなに称えてもらってるね。ダディとちょっと待って、やめてアントネリうわー、アントネリすげえモニターあんなになってん。そして1位君アントネリア、かわいいあ、来たシャンバーン仲がいいからここはみんな。いやー素晴らしい。ポール・トゥ・ウィン獲得ですよキミ・アントネリー。続く第3ラウンド第3戦は我らが日本鈴鹿グランプリでございます。その時もね同時視聴していこうかなと思いますので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。ありがとう、みんな楽しかった。では皆さん、お茶でした。バイバーイ。